はい、カピバラオートサービス代表です。現在関越自動車道下り線を走行しています。本日は埼玉県にある S 峠に非常に不思議な場所、そして空間があるという情報を入手しましたので、今日はもともと完全オフの休息日の予定だったんですけれども、急遽その不思議な場所に向かっております。高坂サービスエリアがありますので、そこによって休憩をしてから現場に向かいたいと思います。巨大なクローラークレーンが、5機ぐらいあるんですけど、これ何か作ってるんですかね。坂戸西インターチェンジ近くの情報をお持ちの方は教えてください。大和ハウスの看板がありますね。嵐山小川インターチェンジにおりました。外気温が12度もあって結構あったかいですね。2110円。なんか今国立女性教育会館みたいなそんな施設名の看板があったんだけど、なんだろう、女性教育会館とか夜遊び少女とかを構成する施設なのかね。はい、だいぶ山が迫ってきましたね。まもなく峠に入りそうな感じがします。今年の冬は暖冬ですね、完全に。信号もなくなかなか快適な道ですね。40キロで流れています。さあ、目的地までもうすぐですね。車今日ビカビカですね。ちょっと公衆トイレがあったんで寄らせてもらいました。このまま目的地まで向かいたいと思います。あと4キロぐらいですかね、ここからね。埼玉県S峠の不思議な場所行ってみましょう。さあ、いよいよ峠セクション入りました。車線的にはですね 1.5 車線 1.75 車線分ぐらいありますかね。すれ違い場所を選ぶようなそんな狭い道ではないですね。後ろバイク来た。バイクが来ちゃいましたね。道を譲りましょう。譲れないですよこれ。譲りました。譲るときは、ウインカーなどを点灯させて、IC 表示を明確にしてくださいね。結構みんな飛ばしますねS 峠。バイクも結構多いし、あとね自転車のチャリダーも結構多いですね。結構交通量多いですね。やっぱりそのドライブツーリングでね来る人の方が多いかもしれませんね。地元の人の方が少ないかな。結構人がいますよこの不思議な場所。ほらトトロがいる結構みんな飛ばすね飛ばしすぎでしょ。これはいいですね。何ですか、不思議な場所。これはまさかの一部ラピュタ。何ですかこれは。おお、これはなんと顔なしですね。これはカピバラさんとか書いてないカピバラさんとか書いてない。こんなところに世界観の違うのがありました。あら、これもまた真っ黒クロスケですね。うわ、これなかなか夢があるよ。これすごいよ。このトトロが俺一番好きだな。このトトロが一番好き。この世界観半端ないでしょこれ。埼玉県 S 峠に
出現した苔アートですね。ライダーの方が結構来てますね。こっち側にはもう何もないのかな。こっち側はただの落書きですねこっち側はただの落書きかな。あ、こんなところに柳瀬隆先生が柳瀬隆先生、ダメよ空とくん、落書きしちゃ。ゆうたさん、ゆうたさんダメよ、こんなところ落書きしちゃ。この世界観壊しちゃダメだから。吉永くん、この世界観壊しちゃダメだって。あ、86とか結構来ますね。やっぱ運転が楽しそうな車は結構たくさん来ますね、ここ。いやー、これ見てください。マクロクロスケだけじゃなくて、これは何ですか。これもトトロに出てくるのかな。あ、なんかどんぐりだよこれこれどんぐりだろう。嘘、この再現性。苔だぜ。あ、ぷよぷよじゃないよねこれね。ぷよぷよの世界観かな。藤子不二雄先生が藤子先生藤子 F 不二雄先生が鳥山先生も今ここ来たんですね。これなんか可愛いもんな。ミミズクですかね。よくできてるよこれ。すげえ、もう苔が超模様になってるもんな。どんぐりとか。いや、いいですねここは。じゃあちょっと車に戻りましょう。いやー、皆さんこれちょっと調べてみればすぐ出てくるんで。鳥山明先生とかね、藤子 F 不二雄とか、そういう世界観をねちょっと混ぜるのはやめてほしいです。あ、ムーミン的なものがいますよ。あ、これドラえもん的な。あ、わあこれを求めてるのよ。こういうの。埼玉県エス峠、みんな観光に来てください、埼玉県に。以上、カピバラオートサービス代表でした。はい、撮影終わりまして帰り道ですね、マクドナルド見つけましたんで、ドライブスルーで食料を調達します。なんとお気に入りだったグラコロバーガーもう終わってるそうです。ラストグラコロ食っておけばよかった。ということで普通にグランクラブハウスにしましたグラコロ